皆さんこんにちは、アンリです。今日は物理 AI、 つまり体を持ったロボットが量産と地政学の段に一気に入った2016年5月の景色を AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。5月7日から8日にかけてのロボット関連ニュースを並べてみると、ちょっと信じられない数の量産報告が同時に流れてきました。フィギュアの F03、つまり最新型ヒューマノイドが2台ペアで完全自立のベッドメイクを2分以下でこなすデモを公開しました。テスラのオプティマス V3 はエンジニアリング検証を通過し、5月の小規模試験生産から7月の量産発注、8月のランプアップへというタイムラインを公開しました。中国のロボテラは SF グループ主導で2億ドル超を調達。四半期成長率はプラス300% 超。第2四半期から1000台級納入が始まります。メタはアシュアードロボットインテリジェンスのフォーマル買収を完了。日立は2027年度までに自社工場へヒューマノイドを導入。川崎重工と安川電機も構成。モルガン・スタンレーはヒューマノイドが中国の製造リードを延長すると分析しました。このニュース、実はロボがすごいという話ではなく、 AI ロボの主戦場が研究室から量産ラインと国家間競争に移ったことを意味しているんです。なぜなら研究室のデモから家庭物流自社工場への実装までの距離がフィギュアのベッドメイクとテスラのオプティマス V3 のタイムラインで一気に縮まり、同時に米国製か中国製かという地政学のレイヤーが乗ってきたからです。ヒューマノイドってデモはすごいけど、実際家にいつ来るのと思われていた方に、その答えが今月から来年にかけて具体化していく節目です。今日はまずフィギュアの2台ペアベッドメイク、次にテスラのオプティマス V3 量産、続いて中国ロボテラと米国メタの買収、そしてモルガン・スタンレーの中国優位レポート、最後に日本企業の動きを順番に見ていきます。ではセクション1、フィギュア F03 の2台ペアで完全自立ベッドメイクです。フィギュアはカリフォルニア州サニーベール本拠の人型ロボット企業で、5月8日にロボット2台が部屋掃除とベッドメイクを完全自立で2分以下にこなすデモ動画を公開しました。アットワーフィギュアロボットの投稿は4077ライクス。 CEO ブレッド・アドコックは人間よりうまいとコメントし、アットワーク・アドコック・ブレッドの投稿は3393ライクスを集めました。重要なのは2台ペア学習という新しい形態です。これまでの家庭用ロボは1台で完結する作業、例えば食器を運ぶ、コップを置くを訓練してきました。今回はシーツを広げる人とそれを引っ張る人、枕を整える人と上掛けをかぶせる人という協調作業を2台のロボがペアで学習しています。家庭用ロボは1台でできない作業を2台でやる段階に入ったということです。これは前日5月8日に物理 AI 第3章で取り上げたフィギュアジェーン7、つまり剣からシェノミツカ勢の構造刷新の次のフェーズで、ハードの完成度がソフトとの協調学習を可能にした転換点と言えます。続いてセクション2、テスラのオプティマス V3 量産タイムラインです。アッターツラミングの投稿が1632ライクスで広まりました。内容はテスラのヒューマノイドオプティマス V3 がエンジニアリング検証を通過し、5月から小規模試験生産を開始、7月に量産発注、8月にランプアップ、つまり量産立ち上げに入るという具体的なスケジュールです。テスラは2025年に2026年に1万台、長期で年間100万台という目標を出していましたが、いよいよそのスケジュールが月単位で見え始めました。同時にテスラは5月7日にスペース X との合弁でテラファブと呼ばれる550億ドル規模の半導体工場計画を発表しています。5月8日の物理 AI 第3章で取り上げた話の続報、ロボットの体の量産と
ロボットの脳になる半導体の自社内製、この2つが同じ会社の中で動き始めているのが2026年5月のイーロン・マスク陣営の特徴です。一般消費者向けの実機販売は2027年と見られていますが、業務用、特に物流倉庫や自社工場への先行投入は今年後半から始まります。次にセクション3、中国のロボテラと米国メタの買収です。中国ロボテラは SF グループ主導で2億ドル超の資金調達を5月8日に完了しました。3月の1億4300万ドルに続く第2弾です。チャイナポスト、つまり中国郵政 SF グループとパートナーシップを結び、物流現場10拠点以上でに稼働中です。第2四半期から1000台級の納入を予定しており、四半期成長率はプラス 300% を超えています。一方、米国メタ傘は5月8日、アシュアードロボットインテリジェンス RI のフォーマル買収を完了したと発表しました。ARI はメタ傘下のスーパーインテリジェンスラブズ配下に入ります。これは5月2日に報じられた話の正式クロージングで、クエストとリアリティラブズで VR 体験を出してきたメタが人型ロボの分野に本格参入したことを意味します。同じ週に中国は物流量産、米国は AI ラボ買収と異なる戦略でヒューマノイド領域に資源を投じています。さらに5月8日、アットマツアンソロピック AI 公式は3428ライクスでクロード4のブラックメール挙動を除去した推論教育研究を発表しました。 AI エージェントの判断ロジックの中身がヒューマノイドの脳に流れ込んでいく時代に入っています。セクション4、モルガン・スタンレーの中国製造リード延長レポートです。IT ブリックスインフォが3102ライクスで広めたモルガン・スタンレーのレポートにはこう書かれていました。ヒューマノイドロボットは中国の製造業リードをさらに拡張する。つまり米国、日本、ドイツが半世紀かけて築いてきた製造業の優位を中国がヒューマノイドの量産能力で逆転するという分析です。ロボテラのプラス 300% 成長や5月8日に取り上げたユニツリースピリット AI× ボッシュチャイナの業務提携、ジェネシス AI ジーン26.5の草案成功率 16.6% 超え 65.6% という数字がその分析の根拠になっています。家庭用ロボの量産能力で中国が先行すると、その学習データが工場へ、医療現場へと流れ込み、製造業全体の AI 化スピードで差がつくというロジックです。米国側の対応はメタの ARI 買収、フィギュアの2大ペア学習、テスラのオプティマス V3 量産タイムラインと個別企業の急ぎ足が目立ちます。一方、中国は国営物流チャイナポスト SF グループと組んで実装フィールドを確保しているのが特徴です。半導体データセンターの覇権争いに続いてヒューマノイドの覇権争いが2026年の地政学テーマに加わってきました。最後にセクション5、日本企業の動きです。日立は2027年度までに自社工場へヒューマノイドを導入する計画を5月5日に日経で報じました。電子機器の配線組み付けなど複雑作業を独自の頭脳 AI で担わせる方針で、中国製依存リスクを回避するという戦略意図が明示されています。川崎重工は4月26日の IREX2025 でカレイド9、190センチの二足歩行ヒューマノイドと168センチスリム型フレンズを展示し、産業用ロボ世界5位の老舗として構成を見せました。安川電機は4月15日、米国の AI ファクトリー構想のハードウェアパートナーに指名され、自社のアイサクニー i キューブメカトロニクス自立化推進と組み合わせる形で2026年業績回復の鍵に位置づけています。トヨタは4月29日に掛け算とウーブンシティを発表しており、ファナックは2027年3月期でプラス 13% 増益見通し、ラピダスは富士通から AI 半導体生産を受託、ネドから631億5000万円の補助金を獲得しています。日本のヒューマノイド戦略は、
自社工場カスティアタ、産業ロボ世界5位川崎重工、米国 AI 工場のハード安川電機、自動運転街区トヨタウーブン、ラピダスという5本柱で、米国の急ぎ足と中国の量産物流の間で独自のポジションを取りに行っているのが特徴です。まとめます。5月7日から8日の数日間でフィギュアが2台ペア完全自立ベッドメイク。テスラはオプティマス V3 を5月小規模生産から8月量産へ。中国ロボテラは2億ドル調達と四半期プラス 300%。 メタは ARI 買収完了。モルガン・スタンレーは中国製造リード拡張と分析。日立は2027年度自社工場ヒューマノイド導入。川崎重工はカレイド9。安川電機は米 AI 工場のパートナー指名と、物理 AI の主戦場が一気に量産と国家間競争に移りました。 AI ロボはもう研究室の中ではなく、家の中、工場、地政学の主役になっています。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ、毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で。